旬の魚とかもう全然来るたびに変わってて。3品を待ってもらっていいですか。大きい。おお。俺が2つ。ありがとう。これは止まらない。しっかり煮込まれて美味しいです。はい。すいません。お願いします。厨房デビュー。いや、僕じゃないです。してもらってる。ああ、そうなんですね。ぜひぜひ。揃いました。ああ、よかった。なんとか処理できます。はい。今実際に例えば味小さいけど脂が乗ってて美味しいとか、こう目立たないけどでもその季節の美味しいのってあるもんで、なおさらそういうのを使いたいなと思います。これ味噌汁のだしです。だしです。なるような。サバの一夜干し自家製やけど一人一枚スタンバイだけ。で最近魚のカレーライス販売始めたんですよ。これで思いっきり白湯になるまで濃い出しとるんですよ。こうスパイスのトゲ取れるんですよね。もう出汁が結構強いもんで、やっぱ魚の骨、美味しいですあとはもうトッピングはご自由に選んでくださいねっていう形で、名前
分かりやすく魚屋のカレーライスにしてあるんですよ。で2で3号。ひどいことになるんで前が見えない。曇りますよ。湯気がすごい。よいしょ。これだったら十分出てますよ。間違いない。
赤ガレと白ガレと入れたんですけど、これ赤ガレの方ですよ。目玉焼き、味噌汁入れるね。3点を待ってもらっていいですか。刺身定食の5種盛り1つと、はい、天ぷら定食の3種盛り1つで。天ぷらの3種ですね。はい、はい、以上で。以上ではい、お待ち。
しです。はい、すいません、お願いします。お刺身ありがとうございます。ごめんなさい、お願いします。はいありがとうございますすいません、これどうぞ。あ、よくもう何回も来させてはいただいてます。いつもどういうものを頼まれますか？いつも大体刺身定食が多いんですけど、やっぱ旬の魚とかもう全然来るたびに変わってて、たまにちょっと煮物とかはい食べたらもう本当美味しい、何でも美味しいところではあるんで。はい、すいません、どうぞ。じゃあ漬け丼漬けで、3つ3つで、とはカレーを2つ。い。漬け丼3つのカレーを2つ。はい、わかりました。今日は何なんですか？今日はね、アジとタチウオとカマスとガンドになります。あとカレーにお願いします。ごめんなさい。はい、すいません、漬けです。はいよー、今行くよ焼き1、漬け1。はい。カレーです。ごぼうや。ごめんなさい。これは止まらない。なんか魚屋さんのカレーっていうこの意外性しっかり煮込まれて美味しいです。美味しいんですけど安いからあ、そうですよね。コスパが最高ですね。近すぎてなかなか来られない。わかりました。よいしょ。お願いします。はい、ありがとうございます。はーい、今行きます。はい、すいません、お刺身です。魚屋のまかない漬け丼で、はい。刺身定食刺身で。の3種の方で刺身3種、はい。はい、以上で。はいはい。すいません、お願いします。はい、3種のお客様。はい、すいません、お願いします。美味しいです。大丈夫ですか？どうですか？美味しいです。美味しいです。すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。
待たせいたしました。お刺身定食です。ごゆっくりどうぞ。お待たせいたしました。カレーライスです。自分の大盛り盛り盛りで積んどるんで。めっちゃご飯もりもり。でなんかもう周りの人に助けられてもらってなんとかですね、スタートを切ることすらも一人ではやっぱり難しいですね、こういうのは。で周りの人が応援してくれてなんとかスタートを切ることができた。そして今なんとか頑張ろうと努力している状態ですね。で料理は出してるんでしたっやりますやります。その代わり予約を受けて人数を把握した上で、お任せ定食という形にしてやっております。だからもう自分で全部仕込みして、その数の分を準備して提供するという形で予約を受けてやってます。ゆくゆくはもう平日も開放したいなって感じです。そうですね。そういう形で、ゆっくりと使ってもらえる空間になればいいと思ってます。11、12ですね、カニ解禁に合わせて、やっぱ成功もズワイもあるっていう時期が、うちはやっぱその成功がよく売れるんで、
なかなかそんな高いもんいきなり売れんだろうっていうことで成功の丼を始めたわけです。2杯ずつつけるのは1日やっぱり多いと250とか出ると500杯うちの名字をつけたら松田聖子さんみたいな感じになってて、名前から受けてちょっと取材とかされるようになって、で食べてみたら意外と真面目に作ってるんやみたいなで毎年売れるようになった。刺身か海鮮丼ですけど、臭みに変わるで。ええよ。これ開ければいいの？はい。
よもう。でしょ。予約で200以上入ってるんで、それプラスフリーとかになってるから300とかいくんじゃないですか。でもそれもその丼の時期なんで、丼はある程度も仕込みが終わってるから、その待たすこともなく。失敗はいろいろあったんで、うちらもやっぱあるっすもん、最初こんなんやったら。だって昔このお米は一日どれぐらい炊くんですか？成功丼の時はね、もう30キロの袋をね、何袋咲いて炊くんやろうね。多いね。1日10食ぐらい使うんですよ。ひたすらちゃんとこの関節全部出してますから。こんなん捨てるぐらいならちょっと冷まして、これよりも大きいので12じゃん。そうです。はい。
マグロのヨーグルト。やっぱ美味しい、お刺身のタッチ。ザイ飲んでます。はい、ありがとうございました。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、カツイカあれです進めてって暑いから進めてください。おうあんだけ目地の練習してたんです。イカがほらだね。したまだ分からへんのか。最近また真似するとこ初め誰もやってなかったけど10秒ぐらいでできた。あ、そういうことか。お値打ちで美味しいですよ。お店の方も感じがいいしね。1万円以内。
ああ、京都から来ました。ズワイ丼のお味いかがですか？いや、もう今まで食べたカニで一番甘いかもしれないです。身の厚みが違う、全然最高です。いらっしゃいませ。いらっしゃい。ここ私。はい。しました。お刺身定食です。はい。見たことある見たことある。こんだけの魚出すとこなかなかないですよ。まあ本当に。一つあります。これからこの冷凍しまうともうそのままやけ一箱なら一箱ずつ。はい、お願いします。エビ買って。はい、お願いします。あ、いいんですか。ちょちょ、笑顔が。先に焼いちゃいます。
毎年来られてるんですか？もう9年目かな。食べてないですけど。感じの。ありがとうございます。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。ご飯セットもついてるんで出すタイミングでご飯の出すタイミングでご飯出すタイミング。次焼きも来るんですよね。焼きもいきます。はい。はい、ぶり。はい、2人前。間違いないです。寒ぶりですよね。カニ鍋を。カニ鍋用で。カニ鍋を。カニ鍋用で。正解が20万。あ、転がった。はい、お願いします。特別盛りで。これはデフォルトじゃないんでっていうことで。あ、わかりました。
こがお疲れ様です。こちらに行きますか。こちらの方でいいですか。はいはい。食べてみてください。ありがとうございます。はい、お世話になります。こちらです。すごいうまそうですよこれ。ね。ここの大将はやっぱ創作料理とかもすごく上手なので。ずっと行くって。2年近い1個ほどでさっと取り上げてことで。事前にこの魚が欲しいっていうふうに、注文して長いことお付き合いしてくださっている魚屋さんが持ってきてくださるんです。この味は昨日仕込んだ味ですね。6度の冷蔵庫に入れて1日置いてでうまみを引き出して天ぷらでお出しすることもあるんですけど、かつら抜きした後に細く切って、私は高校卒業してからなんでだいたい今5年目ぐらいで、今年23になります。もともと和食ができるとこ探してたんですけど、コロナとかもあって温泉とかしか求人票がなくて、個人のお店でやりたかったんで。茶を出したりとかおしぼりを出したりとか、そういうようなところから始まって、で洗い物やったりとか、何でもできるようになってから一応やっぱり握った方が、将来何やっても助かるかなと思って、覆面にするんで味付けをします。今アルコール飛ばします。
はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。確かに。でもね、僕と能登生コスから置いていきます。はい。青じそね。青じそ。他になります。塩とすだしで味がついてます。失礼します。柿になります。はい。天然の鯛ですね。こちらポン酢につけてお召し上がりください。はい、失礼します。これうちのだしで味付けした上に入れてね。今日はいいけど、小さいね。になります。気になってます。はい。美味しいね。美味しいね。少しは美味しいです。失礼いたします。すごいな。まく回転すれば。カンパチになります。醤油ついてます。はい、になります。ポン酢で味がついてます。これだけがやで、他のも。どっちから見るか。こうやって浅いていく。味になります。醤油ついてます。あともう一品。一品で。こちら水ガニと白菜の漬物の小丼になります。混ぜて召し上がってください。それ作って。一通りになります。止まります。やってました。このが綺麗なし、まだ新しいんでね。こうなんとか手回してなんとかできたよ。真ん中の四角いお皿が漬けだれになります。
手元が全部見える中でお客さんに味付けして握って出すっていう、それが一番の売りだと思います。カンパチになります。醤油がついてます。の量よりカップの量が大きいカップ。白菜の漬物と合わせたら美味しいんじゃないかなと思って合わせて、それを小丼にしました。ここに一味をかけるとさらに美味しくなるので。カニと漬け。でこれはもう魚さばく用と、あとお刺身を引く用で、これ柳葉お刺身の包丁ですね。黒崎さんと龍泉刃物さん、酒屋さんとちょっと相談し合いながら、これがこの魚に合うよっていうお酒をチョイスして使ってます。なんか魚には辛口が合うってよく皆さん、これで親父とおじさんとここに立ってやってたんですけど、4年前ぐらいから親父がもうやらんようになってきて、僕がメインでこっちでやり始めてっていう感じですね。でコロナの時にですね、いろいろ改装し始めたんですって。何もしないよりは何かしなあかんと思って。
最初街中にあって、でそれからもうちょっと行ったところにあったんですけど、転々として3店舗目になった時にこれをお客さんから、いただいて、なかなかそんな天狗なんて使ったお寿司屋さんってもうなくなってきてるんかなと思います。このうまくいってる紙のない。ビール、瓶、生。あさり。若いもん誰のもんは。塩、醤油なし。塩でもいいんだ。もう美味しいんで。ことカンパチのタイはポン酢の。ポン酢でも OK です。で、イカとタコとタイはお塩でも大丈夫です。で、お好みでお醤油です。はい。ここの大将はやっぱ創作料理とかもすごく上手なので、ちょっと変わった感じのものも食べさせてもらえるので。はい。全部は。改札するやってるのに田舎もいてみんなこう止められて後ろからあれがみたいな。はい。生子大丈夫ですか？生子は大丈夫。はい。はい。はい。失礼します。天然のタイですね。上からお塩をパラパラとかけていただいて、であとわさびをつけてお召し上がりください。うなぎも焼いてください。うなぎ。日頃よ。一応に一気やけど、ちょっと出た。もうどうですか。はい、失礼いたします。はい。邪魔なのもらってください。おい。割りの。無料開放になってるんで、体育館を止めてくださる。はい、どうさっきの奈良漬けの塩味とかあん肝と一緒に食べると後からあんこがバーッと出てくるんですよ。削り方とか削り方はごとく2年近い1個ほどでさっと入れ上げていただきたいです。
ういうふうに飲んだらちょっとうまくいってくれると、うちも入っちゃうかもしれないけど。お前はそうよ。週に4回ぐらい。っていうのはずっと行くっていう。銀行にしまっていいからじいちゃんに当たる人は1歳の時の養子に来て、おばさんはすごいうまそうですよこれ。ね。これはうなぎ？アナゴです。アナゴやね。ありがとうございます。ある程度なんか現金にしかしその橋じゃない。イワシですね。どうぞ。うなぎとお釣りです。次はサバの棒寿司ですね。お寿司とあと和食とか幅広く楽しめる料理がすごく美味しいかなというふうに思ってます。もうすごい大きい方。まあ特徴ありますもんね。僕去年の7月からここで創業は2019年の4月ですね。前のオーナーさんからここ買い取って、で今畑中さんがオーナーでやってます。このタイマーは仕込みの。そうですね、タイマー。取れたてだと身がしっかりしすぎてるんで、1.3キロ。1.3キロ。はい。ちょっとやばい。手ないですけど。もうすごい大きい方。一回ちょっと
弱らせてから蒸すので。しばらく置いてから蒸す。はい、飲食業界入られて長いんですか？まだです。6年経ったぐらいですね。ここの店が初めてで、初めてここで包丁握ってみたいな。インバウンドで海外の方が多かったですね。去年のその11月、12月とかは月によるかもしれないんですけど、まあでも半々ぐらい。はい。おいしい。お客さんの前で塩入りすぎないと言いますかね。なんか塩水につけてやる方法もあるんですけど、僕はこっちの方がなんていうんですかね、入りすぎなくて、水にもついてないんで。お魚の種類がその日の市場の感じで変わってくるって感じです。お値段は一緒です。1万5000円。内側にあるこっちでいつも使ってます。
あ、そうなん。だからあんなしっかり感じ。したら牛乳と生クリームとブランデーはボール使ってますっていう。バラさんやつですよね。大当たりです。通ってて、なんでなんかデザインっていうかそういう何かをやわらの方が可愛いかな。今日入ってきたお酒を整理しようかな。だって何もできない人。普段通りのことみはいます。
生のフルーツ加工したジェラートとか大丈夫ですは神奈川県の海老名のお酒で、書いてあると新酒なのでかなり爽やかな感じもあります。出雲富士の方は島根の出雲のお酒で、こちらは結構ドライなしっかりした辛口に仕上がっています。はい。白魚のお寿司でございます。白魚ですね。白魚を桜の葉で巻いて蒸してありまして、上に桜塩をかけてあります。します。京都の聖護イカブをすりおろして作ったスープになっております。手前のスプーンでお召し上がりください。新未来楽しいから何なんですけど、やばいですよ、緊急者。何もやっても全く分からんみたいな多かったりするし、その理解がないんだったら、あんまイワシですね。イワシですね。富山の方であったイワシです。上に大葉と生姜すりつぶしまして、刻んだみょうがを合わせたものを乗せてあります。にしか出てこない情報を。はい、マスです。腹と赤身し貝。でございます。ぜひ金沢の伝統的な里芋、伝統寺里芋、皮ごと唐揚げにしてご用意しております。大根寿司といいまして、かぶと塩漬けされたブリとか挟まってで麹で発酵させてあるっていうのがあるんですけど、こちらの大根と作っております。これでございます。お願いします。山灰なんで、どっしりした酸味もしっかりあります。精がも。お子さん連れとかでも全然来たりとかして、いろんな人が楽しめつつ、お寿司とあと和食とか、いろんな幅広く楽しめる料理がすごく美味しいかなというふうに思ってます。梅酒こちらですね。純米梅酒で日本酒で仕込んであるので、すごい柔らかい味わいで特徴の梅酒になっています。はい。作れると思う。聞いたけど、なんでデバインファインセンスの強化がないんですか？氷見の方で揚がったデジマグロです。下に引いてあるものがわさびの茎ですね。でももう軽く酢漬けにしてありますので、一緒に召し上がってほしいと思います。めっちゃ脂乗ってる。17キロ。17。
下にシャリが置いてありまして、その上に海苔醤油挟んでありますんで、一緒に食べてもらってもいいし、上だけカニだけ食べてもらってもいいかな。実家にいろいろ家財とかを送るのが、続きましてメそれが来ダイ週の火で曜日。ございます。こちらシンプルに塩焼き椎茸なんですけど、こちらは能登で取れた能登115っていう原木椎茸、こちらも炭火焼きでお願いします。お願いします。こちらはシンプルに塩焼きにしてご用意しております。手前のすだちお好みで絞ってお召し上がりください。次はサバの棒寿司ですね。甘エビです。ありがとうございます。ありがとうございます。1万5000円。酒飲みコース。わかるっけど、そう俺も気になっちゃう人。いや、どうぞ。うなぎとシャリです。うなぎとシャリの。どうぞ。のどぐろの酒蒸しのお寿司ですね。最後甘いものです。じゃあジェラートになっております。天からジェラート。ああ、全然ありがとうございます。はい、また。でもすると思いますか。魚の湯っていうか、まあもちろん料理が美味しいのはそうなんですけど、そこにかけるなんか情熱とか思いとかっていうのがすごい強いなとは思ってますね。それがお客さんに伝わった時っていうのはかなり嬉しいですね。そこが一番の魅力かなと思います。まだ全然決まってないです。メインやね。
まかない取られた。いただきます。いただきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いつも美味しいじゃないですか。自分で作った。頑張りました。はい、すみません、お待たせしました。まかない丼でございます。味付いてますから、そのまま召し上がってください。はい、すみません、極上海鮮丼お待たせしました。召し上がってもらえるのは130人ぐらい。130人ってことになるから多分今日らは地元の人が多いかもね。仕事関係とかサラリーマンの人だったりとか定番の人気のメニューはドンとドンっていう海鮮のバラチラシがあるんやけど、よく出るのはそれ。圧倒的にそれがビジュアル見た目的にこのインパクトあるのは上天丼じゃないですかね。はい、今の時期は冬の限定でブリ三昧丼っていうのもやってるから。122番がさっきも言ったけど結構砂糖とかも入ってみりんとか砂糖が入ってるから焦げやすいんです。なのでなるべく焦がさないようにやっています。
10代のところに戻りたいってよく言う人いるじゃないですか。はい。もう絶対に戻りたくね。あんなしんどい思いもう一回せなあかんのかと思うともう絶対戻りたくない。今が最高だし、これからももっと面白くなると思うから、今めちゃくちゃ重いですよね。今ここ行った。緊張するやん。さて、じゃあ行きますか。平間さんです。こっちぶり。甘いでね。これ何昆布？どんな感じですか今日は。まあ悪くはないですね。平間さんの方が上品な油です。さらっとした感じの。ぶりの方が濃厚っちゃ濃厚ですよね。で、頭を粗汁にします。とかんと後で怒られるんだ。10.3 キロ。10キロ超えると寒ブリって呼ばれる。頑張っていきましょう。お願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
つどんどんで、はい。普通盛りですね。味ついてますね。結構来てまして、作りも新鮮ですし、ドド丼に関しては歯ごたえとか全体が良くて大好きで、はい。ありがとうございます。わかない丼でございます。味付いてますからそのまま召し上がってください。お味噌汁熱いんで気をつけてください。OK ですか？ご飯の量どうしましょう？普通で。わかりました。普通っていうの難しいですけど。難しいですね。難しいですね。なんか具がやっぱ柔らかいですよね。新鮮でとても面白くて、で、やっぱ卵との相性が良くて食べやすくて、お吸い物もすごいまろやかで美味しいです。はい、ぜひ来てください。ありがとうございます。どうぞ。どんどんお2つで。美味しいが今日お2つ。ご飯の量どうしましょう。多くも少なくもご自由にできますけど。多めで1つ多めで。普通でかしこまりました。いきます。はい。ご飯の量どうしましょう。多くも少なくもご自由にできますけど。すみません、どんとどんですね。お待たせしました。はい、ありがとうございます。お味噌汁熱いんで気をつけてくださいね。ご注文を。タレかかってますけど足りませんでした。手前の方に普通のタレ置いてあります。お好みでと思うと。はい。
はいすみません、ブリ三昧丼ですね。こちら炙ってあるもの漬けになってます。味付いてますからそのまま召し上がってください。あとこちらのお醤油使っていくと。綺麗やね。美味しいのよこれが。美味しいのよ。味付いてますからそのまま召し上がってください。はい。お味噌汁熱いんで気をつけてくださいね。ご注意どうぞ。ぶり三昧丼、とても香ばしかったので。バイバイ。はい、すみません、極上海鮮丼お待たせしました。こちら2種類炙ってあるお魚、こちらヒラメです。塩昆布かかってます。こちらシマアジです。漬けになってます。この2種類そのまま召し上がってください。今日足りませんでしたら手前の方天丼のタレ置いてあります。お好みでかけてください。お味噌汁熱いんで気をつけてくださいね。ご注意どうぞ。はい、ありがとうございます。あら汁じゃなくても本当に、こんなあらじゃないし。すごいなんか美味しそう。ごっつい。本当に贅沢。今まで何回も来てるけど。一回もなんかこうストレス感じたことがなくて、いつも気分よく美味しく食べさせてもらえるんで、それでまあしょっちゅう来るんですけど。すいません、こちら大盛りですね。味付いてますからそのまま召し上がってください。前に何本ぐらいなったって見に行ったら400ですよ。なんで100本も増えてんねんって。どういう意味にやったって。まあ本当に他のちょっとものも食べたい。ぜひぜひ。お疲れ様でした。お気をつけて。極上海鮮丼で2つで。かしこまりました。じゃあね、そうなってくるとちょっと変則になりますもんね。2種類炙ってあるお魚、こちらがヒラメです。塩昆布かかってます。こちらシマアジで漬けになってます。この2種類そのまま召し上がってください。ね、味付いてますからそのまま召し上がってください。お味噌汁熱いんで気をつけてください。どうぞ。ちゃんとしっかり油を入れます。美味しいですね。10キロオーバー。お待たせしました。こちらです。
めっちゃ美味しいです。はい、すいませ嫁さんの父親がもう製麺会社やってそれでうどん屋始めた25までサラリーマン結婚してやったっていうかいや料理に興味があったとかも何もなくが気づけばもう40年経ってるね。昔なんか手で切っとったんだけどね。ネギ高くて大変です。2倍下手したら3倍の時ありました。金久さんオリジナルのやつで作ってもらったんで福島カツオさんにしてもらって3種類だったらうち合わせますって言われてブレンドさえしたものを今ずっと何々入ってるんですか？ウルメサバもう忘れたもう長いこと使ってるんですか？20年です経ったかも。カターレの人は何を食べても900円なんですよね。はい。何が組み合わせにしてもそれで、赤になったら自分の年金で支払う。天丼のところがそうそう、こっちが変わってカツ丼だったり天ぷら卵とじ丼だったり、焼肉丼とかチャーハンとかいろいろ、あとはちょっと麺取りに行ってきますね。
細い面でこっちが細い面になって。あ、どうも。はい、お願いします。はい、ミニカツ丼です。ミニカツ丼です。ちょっと待って。はい、ビーランチお願いします。はい、もう一丁。はい、お願いします。
いらっしゃいませ。いいラーメン5個。エルダンとカレー焼きライスです。そう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 。失礼します。ランチのラーメンのお客様。はい、前を来ます。すみません、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、特製チャーシュー丼です。はい、すいません。よく来られるんですか？いえ、近くなんで。はい。来ます。おすすめのメニューとかあります？この特製チャーシュー丼とラーメンですね。はい。その2つは鉄板です。親子丼生姜焼き定食カツ丼セットいいラーメンもつ天ぷらうどん煮卵丼です。はい、お願いします。焼きて冷たいうどんです。これはあった。あ、今から。はい。お願いします。いいそば。トンタンピーソートントンタンピーテうどん。はい、鍋焼きとライス。はい、うどんです。はい、ランチラーメン。皆様お待ちくださいね。よく来られるんですか？うん。もう日常盛んにある。うどん焼くけどラーメンしか食べるわ。
こっちにかかる。はい。はい、お願いします。もつ煮込みうどん。これ全部終わった？今から。終わりやね、これ。もっと。いけるよ。こっちでやってきた。いいよ。はい、ヒレカツ丼単品です。これ、うどん。で、味噌。卵入り。いきなり来ました。はい、お願いします。あれ、人数多い。いいや。いただきます。先生、まかないさんも出て。はい、親子、ガッチお願いします。お水はあった方がいいですか？邪魔。はい。はい。はい、ヒレテです。子供って多いの？いいな。はい。セットうどんです。お願いします。うどんが少なめってことですか？あ、そうです。はい。じゃあ同じのお願いします。はい。冷たい。
みこさん。はい。うどん。はい。はい、うどん。はい。お待たせしました。こちらです。よく来られるんですか？初めてです。何頼まれたんですか？うどんと天丼です。めっちゃ美味しいです。ネギトロのことは冷たいそばで。冷たいそば、ざるそば。入らない。入らない。です。あ、新庄市。これは新庄市用です。お待ちどうさまです。ネギトロ丼セット冷たいそばです。はい。はい。はい。あ、天ぷらついてる。それでいいの？最高です。はい。いろいろついてる。これドレッシングかかってねえんだって。これです。ステマスプーンないんで、今洗って持ってきますので。もうすごい。リーグ終わってきてない。リーグ戦終わってきてない。おすすめのメニューってあります？僕はいつも今日食べたメニューばっかりなんですけど、ネギトロ丼になんかそばかうどんつける。僕もネギトロ丼も食べるんですけど、今日食べたのは上天丼と胸がきたざるうどんとかです。はい、どうぞ。ひょうがちゃん、ここからミルク、自分のミルク。なんだって？なんだって？嘘やろ？こんな優しい先輩がこういうこと言って、でも中学の時にしてる方仕事してたから書いてるから。さあ出した。ごちそうさまです。はい、ありがとうございます。また来ます。はい。はい、ありがとうございます。こちら能登寒ぶり、アジのお刺身とアジのたたき。責任者はこの後で。
天丼がの味噌汁じゃなくて。宇和島で働いてたんですけど、自宅も実家も全壊しまして、で一時期嫁さんの実家に避難してたんですけど、そこを今度水害で、それで金沢に出てきてここに。小鉢用ですか？そうです。まいげんってもともとこっちの方言で美味しいんだよみたいな感じで言われることが多いんですけど、それそのまんま使おうよってオーナーと話しててそうなりました。これは輪島のお醤油です。それをやってますね。
まあもともと石川イコール海鮮みたいなイメージがあって、観光の方とかもいずれは来てくれるかな。ただ序盤はあんまり来んだろうなと思ってたんですけど、思いのほかお昼から地元の方にすごい来てもらえて、で土日は観光の方もちょこちょこと来ていただけるんで、思ったよりこう来ていただけてる感はありますね。全然お金払ったらその後一切かからんシステムにしてる。石が気づいたら手切れとって。なるほど。ありがとうございます。はい、どうぞ。席どうぞ。はい、海鮮丼。一応こんなもんや。当てみたいな感じですね。とご飯でも全然大丈夫。 YouTube がそうしてる。そうです。カレーの時もお世話になった。インスタに YouTube リンクやと思うけど、わからんけど。
素人や一旦この箸だけ渡してしときますね。みんなに言われるんですよ。駅も今おのおの忙しそうです。普通の焼肉屋では一番コスパがいいと思う。カレーからラーメンしました。お気をつけてお待ちください。で卓上にお醤油あるんで、はい、お醤油皿にとって。で、あの時間にやってるのがここと深センしかない。ちょっとご飯少なめですね。まあそれぶり大根もですね。そうですね、まあ海鮮ユッケですね。ユッケ風のタレをかけてます。気をつけてお待ちくださいね。はい。ありがとうございます。僕もめっちゃ通ってました。いただきます。卓上にお醤油あるので、お醤油皿にとってこれ？いやもう。はい。本当また来ますよ。はい、ありがとうございます。またお願いします。湯沢もついてるね。本当や。笑い餅。南蛮漬け、美味しかった。ありがとうございます。他のもの邪魔しないようになるべくあっさりめにつけてます。すごい美味しかった。ありがとう。そう。はい、ありがとうございます。またお願いします。お気をつけて。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞ。お、甘え、生の甘え。あ、すいません。あ、ごめんなさい。申し訳ございません。めっちゃ海鮮飲む。
加賀の方のお酒です。石川県の南の方ですね。安いです。こちら能登寒ぶり、アジのお刺身とアジのたたき、で生の甘エビとマグロになります。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、ですね。めちゃくちゃ美味しいですね。薄くない、全然薄くないです。そんでいいっす。いい感じです。あ、ちょっと待ってください。こっちはまだ。はい。はい、いらっしゃいませ。で、ください。卓上にお醤油あるので、はい、よいしょ、失礼します。で、マジです。お気をつけてお待ちくださいね。ほい。まっすぐ行って左側にあります。はい。から失礼します。お気をつけてお持ちくださいね。はい。前がカレー屋さんやってたんですけど、